皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのまみえです。いや、暑いですね。今年の夏はめちゃくちゃ暑い。今日の最高気温36度っていう予報なんですけど、もうちょっと皆さん夏バテ大丈夫ですか？私最近もうちょっとね、食欲も減ってるし、体が寝ても眠い状態が続いてます。幸い今日は夜だけスタジオレッスンがあるので、それまではブラジル流のプリンを作っていきたいと思います。日本のプリンと何が違うかというと、とにかくブラジルのお菓子は練乳を使っていきます。練乳が今大量にあるので、それを消費するために作っていきたいと思うんですけど、ブラジルのそのプリンのレシピを見ていると、リング型ドーナツのように真ん中に穴が開いているリング型の型を使っているレシピがほとんどなんですね。で、うちにはそれがないのでちょっと失敗する恐れもあるんですけど、ちょっと様子を見ながらやっていきたいと思います。ではどうぞ。はい、今カラメル作りが終わったんですけど、まさかのやけどしました。カラメル作りってだいたいどのレシピとかにもやけど注意って書いてあるんですよね。最後にお水入れる時に飛び跳ねるものがすごい熱いですって。そうじゃなくて、まず最初からしくじった。お砂糖だけでいいのに水まで一緒に入れちゃって、カラメルができるまでちょっと時間がかかっちゃったし、でカラメルがついてるところを触っちゃって、今めちゃくちゃ水ぶくれ。見えないと思うけど、何度くらいなんだろうね。カラメルってめっちゃ熱かったです。ヘアアイロンで顔とか肩とかやけどしたことあるんだけど、そのレベルじゃない日の暑さで、今日もう朝からしくじり倒しているので、皆さんはこのしくじりを見て同じことにならないように気をつけてください。では続きいきます。一晩プリンを冷蔵庫で冷やしたので、ここから型を抜いてどうなるかちょっと頑張って試してみたいと思います。崩れませんように。プリンが出来上がりました。この大きい、怖いな、こぼれそう、大きいプリンなんとかできました。結局取れなかったからナイフで周りをねグッグッグッとやった。
やって取った。バターを塗ってたのに取れなくなっちゃいましたね。余った生地でちっちゃいプリンも作ってあります。ちっちゃいプリンを今から食べたいと思います。練乳のプリンは今まで食べたことがないのでちょっと怖いですね。甘さとかが結構えげつないのかな。生クリームはこれ前にお誕生日ケーキを作った時に冷凍してたクリームを使ってて、で冷蔵庫で3時間解凍してたんだけど解凍できてなくて、ぐるーって出してる時にブスって出ちゃってあんまり綺麗に盛り付けできてないです。じゃあいただきます。甘い甘いね。プリンの柔らかさ最高、めっちゃいい。そんなに酢も入ってないし、酢がちょっと入っちゃったのは悔しいけどすんごい滑らか。これはプリンの喉越しは最高なんだけど甘みがやばい。結構カラメルを苦めにしたんですよ。結構焦げる寸前までいってて、それがめちゃくちゃ合う。このカラメルないと多分食べきれないくらい甘いです。でも美味しい。ミルキーな感じが美味しいです。カラメル多めがベターですね。美味しいけど甘い。コーヒーと飲むと良さそうじゃあこれは頑張って食べきりたいと思います。また次のお菓子作りの動画を楽しみにしててください。ではまた次の動画でお会いしましょう。